この業の山のページのカプス、とてもね、お相手さんの純粋さをね、表してる。で、業の位置には、ソードの3、昇進ハーブレイクが来てるけども、純粋というか子供っぽいと言っていいかもしれないね。過去のトラウマによってちょっと臆病、人間不信になってる。陰性の力が働いてこの方はとても純粋な状態にならざるを得ない。そんな方かもしれないよね。もう右も左も信用できない。あららららら、あわわわわわって感じかな。それで、その、純粋無垢な、無防備な状態っていうのかな。そういう状態になってる人っていうのが見える。だけれども、根底にはね、とてもね、辛辣な評論家を持ってらっしゃって、社会に対する不信感だよね。人間に対する。だからこのジャスティス、正義の意識っていうのがものすごく働いてるよって。あの人がね、強く抱くあなたへの感情っていうのはね、あなたのことをね、疑ってる。愛してるんだよ。そして今の現状にも満足なはずなの。だけれども疑っちゃうっていうの出てるよ。ハーミット。もう10オブペンタクルスで少なくとも物質面に関してはね、至れり尽くせりな状態なの。それでもね、あなたのね、ダメなとこ荒探ししてるよっていうメッセージが来ます。で一方ね、このタイの山の号にはクイーン・オブ・カップで、さらにこのハミットの下に女帝が来てるんだけれども、あなたは結構この方のそういう部分っていうのを面白がってるかもしれない、ちょっと余裕を感じます。ちょっと面白く感じてるかもしれない。ひょっとすればあなたが心理戦を仕掛けてこの方を動揺させてね、うまくこの方との関係性を引き伸ばすような形でコントロールしてるかもしれないね。でトップ5のワンズになってるんだけど、この方からしてもやっぱり本当は疑りすぎなんだよね。疑らなければ別にこういう喧騒の中にね放り込まれることはないんだけど、疑わずにはいられない。逆に疑うことでそのやかましい状態っていうのかな、そこに身を置くことで安心感を得られる。だから人間不信なんだろうね。ストレートにただあるがままに人を信じることができないから、自分の中に眠っている人に対する不信感みたいなものが発露してる状態っていうのに一つの安心感を覚えるっていうのが出てるね。であるいはあなたがこの状態を結構楽しんでる楽しんでなんかないわよって言うかもしれないけどね、結構余裕があるっていうねメッセージが来るんだよね。このジャスティスにしてもあなたの、正義とすれば、根底にこの3つ並んでるからね、どん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 とダイアルカの2つに、クイーンのカップだからね。
どうだろうね、ひょっとすればこのテン・オブ・ペンタクルスなんか見ると、あなたが本当に浮気をしているのかどうでしょうか、もしくはそのように匂わせてるのか、そんな感じに見えるよね。だけどももともとそういう気質の人だったっていうのが出てるからね、あなたもなんとなくだからそういう人なんだなっていうのはうすうす分かってたんじゃないかな。その傾向が徐々に強くなってくる、こう一緒に、暮らす年月がねこう長くなるにつれて、相手のそういう癖がねこう顕著になってくるよって。で大きいトライアングルの体の位置にはこのハイロファントが来てて、これはどうだろうね、なんか周りの人たちをこのお相手さんが味方につけるっていうメッセージが来るんだけどね。でこのカードで子供になってるけど、お子さんがいればお子さんをこのお相手さんが味方につけて、あなたが孤立する可能性があるかもしれないよね。あなたばっかりこう悪者になっちゃって、多くはこの方のやっぱりちょっと深掘りしすぎっていうのが出てるからね、その詮索しすぎ、だから結構ここは気をつけた方がいいかもしれないね。気づくとあなただけが悪者になってるよって。だからあなたからすればとても可愛く見えるし、ちょっとファニーに感じるかもしれないけど、この方からしたら結構本気だから、本当にやっぱ不安になってて、あなたを疑ってる、そんなメッセージが来ます。スペシャリスト、専門家って出てるけど、あなたをなんか疑ることにどうに入ってるっていうか、かなりやっぱり深刻に、あなたの不貞っていうのを疑ってるよね。もう絶対だって、あいつは浮気してるってメッセージ来るよ。もうそれこそ探偵を雇ってるかもしれない。だからちょっとあなたが余裕をかましているならちょっと気をつけた方がいいかもしれないね。俺はもうおっぽ掴んでんだって、間違いないって言ってるよ。でこれはその金銭面のね意味もこう与えられてるから、もう裁判上等みたいなね、俺は負けないぞって、なんかそういうねメッセージが来る。だから伊達に純粋なだけにやっぱりこのモードに入ると結構怖いかもしれないね。だから原動力自体はやっぱり人間不信、このトラウマ、あんまりカルマっていう感じがしないよね。なんか今世でのやっぱり、新たなカルマとは言えるかもしれないね。今世でこう発生してきたこの方の課題、新たにそう感じちゃってんだろうね。ひょっとすれば自分がもうちょっと勇気があればここまでブロークンすることはなかったかもしれない。だけれども臆病がゆえに自分が傷ついてしまったと。ね。でそのことがゆくその自分のピュアさとして発言してきてるんだよね。だから自分をものすごく正当化してる。俺は間違っちゃいないって。で一方あなたなんだけどまだ余裕があるんだよね、やっぱりね。どうぞどうぞいらっしゃいって、ウェルカムだわよって、私全然怖くないわって、
私浮気なんかしないわよって。本当にしてないかもしれないね。ここまで余裕がある。またいつもの通りね、疑ってと。ひょっとすればこの方の愛情表現としてあなたは理解してるかもしれないね。またいつものが始まったっていう感じで。うん。こう仲がいいほど、ちょっと仲がいいほどその喧嘩するっていうじゃない。喧嘩するほど仲がいいって。だからなんかそんな感じにも見えるよね。この5 of Wands でお互いのこのコントラストね、気持ちのネガティブポジティブではっきり言ってたんだけど、うん、あなたにはまだまだ余力があります。だからあなたのこの余裕がこの方にとってはなおのこと怖いのかもしれないね。あるいはね、その母親との関係性に解決できてない問題があってね。で、あなたに母親を投影してる可能性があるかもしれないね。あなたがやっぱりこう寛大で動じないから、どんだけこの方が当たってっても、その崩れない大きな存在としてね、受け止めてくれる存在としてあなたがいると。で、この方はその母親との問題をそう抱えていてね、解消できないままでいて、なんとかあなたというその山脈をその登頂しなくてはいけない、その制覇しなくてはいけないと、そういう意識に駆られてるかもしれないよね。そこら辺も相まってるかもしれない。僕のエーテル体の成長はね、もう止まってしまってんだと。だからこのまま死んでもね、この地球にとどまり、僕のエーテル体はね、人類を見守っていくと。なんかそれぐらい博学っていうの、なんかこう博愛か、博愛っていうのかな。自分がその抱いてる、弱さから来てるんだろうけど、自分の愛に対するこう純粋さで、あなたに対する思い、あなたのその不実を自ら作り出してそのことを追求すること。だから逆に言えばどういう状態になればこの方の愛が結実するのかと。さあ、あなたも困っちゃうわけなんだけども、だけどこの方がずっとかなりだからなんか追い詰められてるのかなっていう気はするよね。本当に心底疑ってるんだよって。自分のこの思い、確かに存在しているこの方のその思いっていうのは、俺の思いっていうのはね、どこにも届かないんだと。そのエネルギーをね、半分も使うこともなく残ったままなんだと。どこに届けばいいんだって。だから自分が死んでもこの思いはずっとこの現世にとどまるぞっていうような、なんかそういう深刻さを感じるよね。だからあるでしょ、なんかこう初恋とかさ、もう学生時代まで、女性は特に早いと思うんだけどね、ひょっとすれば小学生ぐらいまで遡らなきゃいけないかもしれないけど、もう本当に自分の思いっていうのがこれは本物だと、これこそ本当のきらめきなんだって思ってるんだけど、現実には初恋って成就しないでしょ、なかなか。あれ、このしたためた思いってどこ行っちゃうんだろうって、どこにも届かないんだなって。ただ確かにそのエネルギー体としてね、その熱は確かに感じるわけじゃない。自分がこう紡ぎ出したこの力っていうのはどこ行っちゃうんだろうな、どこ届くんだろうなって。飛び火や
おたふく風邪っていうのはさ、大人になってやるとこじらせるから子供のうちにやれと。だけれどもこれ恋愛もそうだよね。年を取れば取るほどね、こう本当の恋愛っていうのをしたことない人がね、60、70になって恋愛するとむちゃむちゃ荒れるでしょ。自分の人財産全部棒に振るぐらいの、もうね、火曜サスペンス、土曜サスペンスの世界行っちゃうわけだって。だから結構なんかそういうね、レベルのなんか、意識になってんのかな。虫神様。この虫っていうのは我々人間と逆なんだよね。我々は骨があって肉があるでしょう。虫は肉があって骨があるでしょ。外骨格がね、骨格がこう外側についてる。だから、霊の世界も逆って言われてるのよ。我々の感じ方っていうのはまずその形を捉えてその内容物を考察するでしょ。だけど霊的世界っていうのは逆なんだよ。その内容物が先に来るのよ。ね。これなかなかちょっと分かりづらいかもしれないけど、で骨格っていうのが後に来る。反転してんだよね。これはその感覚の問題で、我々がこの現象界で物体を知覚するっていう行為、これは霊界ではどのように知覚するかってなると、その反転してるんだよね。最初にその姿が見えるんじゃなくて、最初にそのものの内容物、その正体にまず放り込まれる。バーッと何なんだろうって。で行くその正体が見える。その逆になってんだよね。だからなかなかこの肉体っていう器を創出してから、自我、そのレベルでは真我になってるんだけども、あえて自我というけれども、自我を保つことはとても難しいんだよね。全くこう舵が取れなくなっちゃう状態になっちゃう。でこの虫っていうのはその人間と逆の状態で、その霊界からのメッセージを運ぶと言われてんだよね。ちょっとだからこのね、こうなんかギラギラ感、この蝶というか蛾というか、なんかこの方のなんか思い、あなたになんかもてあそばれちゃってるんだけど、なんかこの方のなんか切実な思いみたいなもの、ちょっとギラギラさせてね。あなたにはだから撮ったら結構キュートに見えるのかもしれない。この方からしたらすごい切実なんだけど、だからなんて言っていいのかな。なんてここまで言うと言い過ぎかもしれないけど、ひょっとすればキャバクラ嬢に騙されてる、恋におぼこい男かもしれないね。社会人としてはしっかりしてるんでしょう。だけど恋愛がちょっとまだ恋愛経験が少ない男かもしれない。そういう形かもしれないね。この方からしたら切実だけど、あなたからしたらキュート。そんな感じに私は取れるね。ただね、気をつけた方がいいのはこのね、ハイロファントは気をつけた方がいい。あなただけが気づいたらね、悪者になってる可能性があるよ。この方が根回ししてあなたが孤立する可能性があるから、そこだけはちょっと気をつけてください。いいですね。
まず5の山なんだけど、クイーン・オブ・ワンズのあなたがいて、お相手さんは一生懸命努力してるよと。エイト・オブ・ペンタクルス。だけれども、このセブン・オブ・ソーズはあなたかもしれない。おそらくね、ちょっと合わないのかもしれないよね。このお相手さんが、あの人が強く抱くあなたへの感情なんだけど、お相手さんがあなたに抱いているビジョンと、本当のあなた、あなた自身の本当実際のあなたとのズレがあるんじゃないかな。だからあなたからしたら、ちょっとその求めてることが違う。お相手さんは努力はしてるんだけど、なんかちょっとずれてる。その合わないよっていうのが、見えるかな。あなたからすると多分ちょっとまどろっこしい。時にイライラしちゃうみたいなね。で、そうじゃないでしょっていうようなとこで、もうだったら私がやるわっていう感じでこうやっちゃうと。もしくはこの方がメサイア症候群のようなね、おせっかいであなたを正そうとするようなね、この真ん中にシックス・オブ・ペンタクルスで公明正大な意識っていうのが来てるんだけど、あなたを正そうとするようなおせっかいな力を働かせてるかもしれないね。あなたの実情、この実際のあなたの姿っていうのがあるんだけど、この方は勝手にあなたにお前の本当の姿っていうのはそうじゃないんだよと、そのような思いを強く抱いてる方かもしれない。ただあなたはとても強い人で、私は私よと自分の生き方があるとはっきり主張する方と出てるので、やっぱりこのタイの山のトップだけどファイブ・オブ・カップスで、バーで飲んだくれてうまくいかねえなって、何度も頓挫しちゃうっていうメッセージが来るよね。でちなみにこのタイには5のペンタクルスが来てるから、やっぱり行き詰まっちゃう2人っていうのが出てるよ。ただね、この方のね、あなたに対する思いは強いんだよ。キングのソーズとかさ、トップのこのハーミットだけども、ハーミットはちょっとなんかやっぱ少し後ろ向きな感じがするよね。自分のそのやっぱり思いみたいなもの、あなたに献身的に尽くしたいっていうようなね、そういう力、そのファーストインスピレーションにすごくとらわれてるっていうメッセージが来るかな。あなたが何度弾いてもさ、この方負けない方でさ、もう繰り返し繰り返し立ち上がってくる。それはこの方にとってね、未来へ向けての出発だ、そういう意識で新たな気持ちで立ち上がってくるんだけど、実は過去へ対抗してるようなね、そう旅路であって、またこの同じファイブ・オブ・カップスの、段階に来ちゃうよって、また飲んだくれちゃうよって、そんなメッセージだね。あなたという存在に強力なね、とても強い強い喜びを見出してるよって出てるね。うん。
一目惚れみたいな感じかもしれないね。独りよがりのツインレイモードに入ってるかもしれない。あなたを見て。まああなたが気づいてないだけで本当にツインレイかもしれないけれども、だからね、エイトのペンタクルであなたのために献身的に努力する、やっぱりそのことがね、すごい喜びなんだよね。あなたの存在自体がこの方の生きる原動力になってるよ。ひょっとすればあなたと出会う前まではね、死んだように生きてたかもしれないよね。あなたと出会うことでもうへそ下三寸ね、第二チャクラ、ひょっとすればもう第一からね、根底から湧き上がってくるような喜び、エネジーを初めて得た。なんかそんな感じがするね。どうやらだけどあなたの方はもっとね、さっぱりしてて、ちょっとなんか違うんじゃないのっていう感じでこう、セブン・オブ・ソーズ、この方の陰で動きがあるよね。もうちょっとなんかそんなとこでごたごたやってんならもう私ちゃっちゃとやっちゃうわっていうぐらいの、それぐらいの感触なんじゃないかな。こっちはね、未来計画、これやっぱあなたがやっぱちょっと心配なのかもしれないね。この方と一緒にいると、この現象界、現世を生き抜くことにちょっと、やっぱ心配だよっていうメッセージが来るね。だからあなたといることでお相手さんは力を得られるけど、あなたは結構不安になっちゃうかもしれないね。逆に減衰していく。だけれども強い方だから、そこに甘んじたくないっていうことで、この方がファイブ・オブ・カップスでね、バーで飲んだくれるようななんかこうやっぱ態度を取っちゃうのかもしれないね。だけどもあなたのその読みっていうのは間違っちゃいないんだよ。このファイブ・オブ・ペンタクルスでやっぱり行き詰まりが来るっていうのが出てるからね。ただ結論ではないんだけどね、やっぱり人生の中の途中、真ん中あたりだよね。そこでやっぱり一回の、行き詰まりにね到達しちゃうよ。ちょっとだけどね、やっぱ波動が合わないのかもしれないね。その意識領域が互いずれてるのかもしれない。だからお相手さんがちょっと勘違いしてるかもしれないね。一方的に、あなたにこうあってほしいっていうビジョンを投影してる可能性がある。だからあなたも困っちゃうんだよ。そんなに期待されても困るわっていうような、そんなメッセージが来るね。だからこうネガティブな言い方すればあなたが冷たい人だとかさ、そうだな、こう理解がない人だっていうふうに言われちゃうかもしれないけど、じゃあ逆に言えばもう少しこう長けたね人だったらさ、そういう男心を手玉に取ってうまく立ち回る人もいるわけじゃない。それは結果往来だけれども全てはね、互いが幸せな状態になれればね、どういう動線であってもいいとは思うんだけれども、最終的にお互いがね納得できるんだったら、あなたもだから正直な人なんだろうね、多分ね。だから嫌なことはもう嫌だと言ってしまう人っていうのが出てるよ。なんかあなたのその期待していること、理解できないっ
っていうよりは理解する必要がないと考えるんじゃない。だから突っぱねるんだよっていう、そんなんが降りてくるね。知神様、グレイタイプの宇宙人が来ました。これはね、やっぱりね、次元のズレじゃないかな。お互いのね、見てるビジョンがやっぱずれてるよ。そんなメッセージだね。まあこのカードもね、未来を表してるんだけども、まあなんとなく来世っていう感じもするよね。来世の出会いっていうことを感じると、あなたがまだ準備ができてないのかもしれない。お相手さんはあなたとのね、宿命っていうのを感じてるんだけれども、あなたがまだ今世ではね、準備ができてない状態かもしれないね。だから一世ちょっと早巻きに出会っちゃったのかもしれない。だからあなたの立場からすると、このハーミットを考えるとね、この方がなぜあなたに燃えてるのか、これ躍起になってるのか、この方のなんか常日頃言ってることを今一度よくよく、耳を傾けてみるといいと。あなたが望んでいることと少しずれたことを言っているけれども、なぜこの方はこういうことを言ってんのかなっていうことをちょっと目を向けてあげるといいかもしれない。この5のペンタクルはね、本当に価値あるものに、意識が向かなくなる。すぐ近くにあるんだけど、その価値を見失うっていうのがあるから、何か気づけることがあるかもしれないね、この方の存在が。今はちょっと鬱陶しい存在かもしれないけど、とてもなんかね、未来性を、感じさせるね。ただ今世においてはやっぱりちょっと互いのビジョンがずれてしまっているというのが出てます。お相手さんがね、自分に向けられなくなったあなたの感情に傷ついてるのかな。この、大きなトライアングルと言っていいかもしれない。この5 of Cups。プライドが高いのよ。自ら歩み寄ることができない。
平常心を装ってるかもしれないけど、あなたが来てくれてたから、この方もあなたに歩み寄ることができてた。だけどあなたがアプローチをかけてくれなくなったので、自分から行けばいいんだけどね。お前が好きだって言って、もう俺もお前なしで生きていけないって言えばいいんだけど、多分それが言えない。あなたも自分ばっかりこのお相手さんにね、自分から誘う、自分から提案する、いつも自分発信だから、心理戦をかけるためにちょっと押し引きでちょっとこう距離取ってみようってやったのかもしれない。だからあなた自身もすごい悩んでるって出てるよ、ナインオブソーズで。このわだかまりが解消すれば多分これになるんじゃない？エースオブペンタグルスで、さらに抜けてトップにはナインオブカプスが来てるから、10には1足りないにしてもかなり良いところまでいく。だからあの人の強く抱いてるあなたへの感情っていうのは、俺にアプローチかけてきてくれじゃない。前のような関係性、前のようなその互いの立ち位置じゃないと俺はお前に近づけないんだみたいな、そんなとこじゃないかな。あなたも最初のうちはそういう役回り、互いの役回りを演じてられたけど、やっぱ億劫になってくるよね、だんだん。いつまでたってもそうだと。やがてはね、男と女同じ土俵に立ててね、こう何でも話し合えるようにならないと、やっぱ長くやっていくのきついだろうから。だからこのわだかまりが解ければ、対のこの山すごくいいんだよ。シックス・オブ・カプスで、なんていうかな、この元の鞘に戻るノスタルジーを帯びた、今まで以上にもっとだよね。本当に素直な気持ちで、こう向き合うことができる。で、もう一度ラバーズ、恋に落ちて、で、この方、キング・オブ・ペンタクルスで、しっかりシャキッとするよと。この5のカップスで愛にうなだれてる状態から、あなたをね、こうハッピーにすることができるきちっとした男になるよって。だからこのこじれが解消できないと、多分この方は例えばだよ、幼なじみに意識が向かってその方と新たな恋をしてきちっと立ち直るって、そういう風になるかもしれない。この方がその流れを組むと、あなたのこのナインオブカップスがちょっと一つ欠けてるものになるかもしれないよね。カップは愛だけど、愛情面は満たされてるはずなんだけど、一つ何かが足りないっていうような、そういうカードになってくるよね。で、もっか3オブワンズで、ことは運び始めてる。2曲のね、こうバランスが取れてる状態から、ちょっと一つ複雑な状態になって、ことは運び始めてるよ。だからあなたもそのことを分かってるんじゃないかな。だからナインのソーズで、うわーどうしようって感じじゃない。今だけどもう一回私から歩み寄るとまた元の関係になっちゃうしみたいな。おだてて使わなきゃならんような男かもしれないよね。お殿様タイプの。
最初のうちはねいいかもしれない、それもね恋のお楽しみの一つかもしれないけど、やっぱ長くなるとやっぱ辛くなるだろうからね、めんどくさくなっちゃう。そうだな、だから2つ見えるよね、流れがね。プレゼント、驚き、捧げ物みたいな感じだね。ただちょっとハートにね、このバリケードみたいな茨がこうね巻きついててさ、出血しててちょっと痛い、心苦しいかもしれないけど、やっぱりねこの状態、お互いなんか意地張っちゃってるような状態に、やっぱ燃料を投下する必要があるだろうね。とっても言いづらいっていうのが伝わってくるけれども、ここで何とかしないと今後の流れの変わり目なんじゃないかな。この方はクールな方で、なかなか自分の本音を言わない、弱音をことね異性の前で見せない人かもしれないけど、だけど内心とてもショックだと思うよ、あなたをこのまま失うことに。でこれがね、カリスマとか、保証とかっていう意味もあるんだよね。だからひょっとすればお相手さんがあなたとのこのやっぱり決裂を踏まえてね、保険的な相手と、新たな恋愛に走るっていう流れが、あなたとのこの関係性でやっぱり傷ついて、自分の今までのそのねこう恋のあり方、女性に対する接し方みたいなものにちょっと限界を感じて、ちょっとなんか変わるかもしれないね。だからなんか保証とかっていうことで言うと、なんかそんな風にも読める。でこれをカリスマとかね、忍耐とかっていうことで言えば、あなたがちょっと歩み寄ることでこの流れね、この対のトライアングルのいい流れを引き寄せることができるよと。だからここでちょっと悔しさがあるし、ちょっとまた同じ関係に戻るんじゃないかみたいな、同じ立ち位置にまた戻るのちょっと億劫じゃないかと思うかもしれないけど、そこをあなたのカリスマ性で我慢すれば、多分この9のカップまでは保証されるってことじゃないかな。だから男として立ててあげるっていうような感じかもしれないよね。キングオブペンタクルス、強い稼ぎ頭、経済面でのとても強いパワーを持ってる。だから根っこはやっぱここだろうね、この9のソードと5のカップス。あなたがこの愛にバーって喜んでるその根底にはエースのペンタクルが来てるからね。やっぱり強い経済力、爆発的な、物質的な、結実だよね。とっても強い力っていうのがあるから。情けないっちゃね情けないんだよね。だから結局自分のプライドがプライドがやっぱ捨てられないから、あなた待ちなんだよ。あなたが来てくれればこの方も、起動できるんだよ。ただ単独ではもう起動できないんだよ。もうバーでもう打ちひしがれてるの。もうこれはね、もう罵声の場です。もう有限界の罵声の場。今彼の魂は死んでます。
うん。だけどこの彼に着火するのはやっぱりあなたのこの忍耐とカリスマ、もう歩み寄りなんじゃないかな。かっこつけてるけどやっぱりあなたという、やっぱり原動力が必要なんじゃないかな。あなたの愛がねこの方を強くもすればそして弱くもするのよ。今が辛いということにとらわれるか、もしくはちょっと先のねこのナイン・オブ・カプス手放しで喜んでる、なんかシャンパンタワーとまでいかないけどこの状態を考えるかね。まあそれはもうあなたのカリスマ性次第じゃないのかな。母神様が来ましたけれども、やっぱりね子供なのかもしれないよね。だからあなたが母親という立場で面白くないと思うよ。彼氏ではあるけど子供ではないっていうね。結婚すればね、一つ屋根の下でね生きていくわけだけど、かといって血がつながってるわけではないと。なかなかね母親になれたってなれないだろうけど、ただ母神様はそうおっしゃってますよ。この方は子供ですと。あなたの大きな母性で包み込んであげてくださいと。この方を強くするのも弱くするのもあなた次第ですよと。うまく育み育ててあげてくださいと。それがそのままあなたの喜びにもつながりますよって。逆にだからこの母神様の心境になったらこれが天に行くんじゃない。ナインのカップだとやっぱり何かが一つ足りないけど、この母神様の心境になると多分天カップになると思うよ。この方の本当の良さ、こういうダメな部分も加味した上でね、本当全てを愛することできるんじゃないかな。いかがでしょうか。